はじめまして、ゆっくりマリサだぜ。突然だけど、私の使っている無線マウスが壊れたんだ。メーカーは靴を。中国製だ。Amazon でも人気だから見たことある人も多いと思う。お気に入りで2個持ってるくらいだぜ。ところが昨日、ベテランの方のマウスちゃんが動かなくなってしまって。左がベテラン、右がルーキーのマウスちゃんだ。今回は電池を入れてもマウスカーソルが動かない、という不具合だ。どこに原因があるのか確認するのが第一歩だね。裏返して、電池蓋と USB 受信機を取り外すんだ。特に変哲のない USB 接続の受信機だね。ここだね。単3電池のプラス極側の端子が歪んでる。ここが歪んでるせいで接触不良になったんだろう。正常動作するルーキーちゃんと比較してみるよ。プラス極側の端子が綺麗な渦巻き型だね。外から見ても取り外すためのネジは見当たらない。ということは、隠されてるかはめ込みタイプか、底面のゴムソールが怪しいからグリグリしてみるぜ。爪でこすると、隠されているネジ穴の輪郭が出てきた。光に当てながら試すとわかりやすくて良きだね。私はここで騙されてるけど、電池ボックス横にはネジ穴はないんだ。だから剥がさなくていいんだぜ。初めての動画だから、珍しくピンセットなんて使ってみたよ。ゴムソールの粘着部に触れると粘着力が落ちることを懸念したんだ。予想通りネジが出てきたね。この調子でやっていくけど、さっきも言ったように、3箇所目はダミーだから騙されないようにね。ネジを露出させたら、ドライバーを用意して取り外していくよ。ネジが空転したら、指でつまんでこい。じゃなくパーツケースにまとめて保管しておこう。固定ネジを外してるから簡単にパカッと外れるよ。マウスのボタンと基板を接続するケーブルがあるから力任せに引っ張らないように気をつけて。私はこの端子部を修正したいだけだから、そこにアクセスさえできればいいんだけど、経験上、このまま作業を強行すると絶対どこか壊すんだ。私は知ってるんだ。一応、端子部だけならピンセットで取り出せば外れるね。だけど、端子部を修正しようとするのにどうしても、ボトムやトップカバーが邪魔に感じるぜ。というわけで、基板ごと取り外すことにしたよ。固定ネジはないからそのまま上方向に引っ張れば外れるお手軽さ。電池ボックス両極の端子も外して、パカッと外れたよ。やったね。一緒に取れたのはレーザーの周光レンズだね。ごめんなさい、ボタンケーブルの取り外し動画を撮り忘れてた。ケーブルは基板から垂直方向に引っ張れば取れるよ。左右の出っ張りを指でつまむと引き抜きやすいと思う。ここまで来たらあと一息。問題の端子部をラジオペンチで掴んで、元通りに戻すだけ。元の形状に戻せればこの動画の目的は達したも同然。あとは分解の逆手順で戻していけばいいだけなんだけど、私はこの動画内で2つ目のミスをしていたんだ。1つ目のミスはゴムソールの剥がさなくていいところを剥がしたこと。一旦戻して電池を入れようとしたら入らないことが発覚したんだ。修正したプラス極端子が内側に盛り上がるようになっており、電池を入れても入らなかったんだぜ。そのため再度分解して、プラス極の出っ張り具合を修正したよ。万力みたいに両側から圧迫すれば平らになるかなと考えたけど、思ったようにならず。ラジオペンチの先端を突っ込んで、逆側にテンションをかけることで解決したよ。横から見て出っ張りがないように、という感じだ。シールなどを元通りに戻して、電池を入れ、問題なく電池が入ったら動作確認。今回の動画は以上だぜ。ご視聴ありがとうございました。